下の色が透けて色の重なりが現れてる感じですよね。これが一番簡単にできる重ね塗りです。こういう単色を使う場合でも複数色を使う場合でも筆を横に動かしてグラデーションさせましょう。でそうすると絵の具がさーっと広がって素敵な感じになります。滲みとも違うなんだか不思議な独特の模様が出てきます。皆さんこんにちは、山田幸子です。今回は水彩画に使えるテクニックを私が知る限り全てご紹介していきたいと思います。塗る時の参考になると嬉しいです。それでは早速いってみましょう。まず最初の2つは技法というより塗り方のお話です。色を水で溶いてで1回塗って色を乾かしてから塗り重ねる普通の重色重ね塗りですね。例えば黄色を塗ったところに色を乾かしてから青を塗ると緑っぽく見えます。緑色のチューブ絵の具の方も塗ってみますと、チューブ絵の具で一発で塗った時とは少し違った質感というか、下の色が透けて色の重なりが現れてる感じですよね。これが一番簡単にできる重ね塗りです。色を重ねるのであんまり単純な色にならないというか、深みが出やすいです。で、もう一つの塗り方は比較しやすいように同じ色を使用しますね。この塗った色が乾いていないうちに色を塗る。そうするとじわっと滲んでいきます。重ね塗りは絵の具が層になって見えるのに対して、滲みは1枚の面の上で色が混ざり合って見える状態です。こういった同じ色の組み合わせでも乾かしてから塗るのと濡れているうちに色を重ねるのと全然見え方が変わってきます。画面がどれぐらい濡れているのかによっても滲みの広がり具合は変化してきます。このあたりは実際やってみて、こんな風に変化するんだなとか、この色の組み合わせが綺麗だなとか試してみてください。次からちょっと技法っぽくなってきます。一回塗って乾いた色を水を含ませた筆でなぞってティッシュで拭き取る。リフティングと呼ばれるそうです。色がまだ乾いていないうちにやってももちろん OK です。なんか独特な模様っぽくなりますね。乾いた後の色を水で濡らした時にどのくらい色が動くのか取れるのかっていうのは使っている紙によってかなり差があります。この紙はビフアールという水彩紙なんですけれども、この紙は結構リフティングがしやすいです。じゃんじゃか絵の具が動く紙もあれば、一回乾くと全然絵の具が溶け出さない紙もあります。紙と一口に言っても原材料がコットンだったりパルプだったりと実は様々な性質を持っています。お手持ちの水彩紙がどれぐらいリフティングしやすいのかぜひ試してみてください。ちなみに今ティッシュで拭き取りましたが、こういった綿棒を使ってリフティングすると水玉模様みたいなポコポコした独特の模様をつけることもできます。塗り間違えとかじゃなくて狙ってリフティングしたいなら綿棒とか先の尖った筆を使ってみるのがおすすめです。次はグラデーションです。空を塗るときとかに使えるテクニックです。こ
ういった平筆やハケがあると便利ですが、なくても丸筆を横に倒して塗ればできます。ちょっと今回は平筆でやりますね。最初にグラデーションさせたいところを水で濡らして、綺麗な水で濡らすようにしてくださいね。筆を洗った後の水を広げると色がついちゃうことがありますので、少し待って紙に水を浸透させてから色を塗ります。こういう単色を使う場合でも複数色を使う場合でも、こうやって筆を横に動かしてグラデーションさせましょう。なんか謎にこの左上の部分、色がめっちゃ弾いてます。今2種類の青を使ってグラデーションさせています。筆の水分量とかちょっと調整にコツがいるので何回か練習してみてください。これがね、綺麗に決まるとすごく気持ちいいです。筆を横に動かすのがコツです。ほんと左上のここのところがちょっと謎に弾いてるんですが、こんな感じになってます。グラデーションは水をたっぷり使いましたが、続いては水分量少なめの塗り方です。筆先がバサバサになるくらい水を切ってから塗ると、筆のガサガサっとした雰囲気を生かした塗り方をすることもできます。これはドライブラシといって、草が生い茂っている様子や動物のふわふわした毛の表現にも効果的です。使用する筆によっても色の出方が異なりますので、もしよろしかったらこちらの動画のドライブラシのところだけでも見ていただけると参考になるんじゃないかなと思います。はい、草がいっぱい生えてなんかシュールな感じになりました。次はグラデーションの変化球っぽいのですが、垂らし込み紹介します。なんか調べるといろんな垂らし込みのやり方が出てくるんですが、私の理解というか、やり方としてはですね、まず画面をきれいな水で濡らします。びしゃびしゃの状態とまでいかなくても、割と湿っている状態でいいので、塗りたい色を溶いて、一直線にドスッとのせます。で、塗ったら画面を傾けます。ちょっと水多すぎましたかね。で、そうすると絵の具がさーっと広がって素敵な感じになります。ちょっとあんまうまくいかなかったんで再チャレンジしてみます。こんな感じですかね。画面を傾けることによって色が広がっていきます。色のカーテンのようですね。私の場合は画面全体で行うことが多いです。この画面の濡れ具合とか、あとは紙を傾ける角度によって現れ方が微妙に変わります。傾けるだけで変化が起きるので簡単ですし、やっていて結構楽しいです。はい、乾いたらこんな感じになりました。もしかしたら最初に画面を濡らしてなくても、画面を傾けるだけでいいならできるかもしれないですね。ちょっとやってみますね。多少水分多めに色を広げた方が傾けた時に垂れてくれやすいと思います。あんまり垂れなかったですね。すいません。やっぱ最初に紙全体を濡らした方が良かったかもしれないです。これ紙にもよるのかな。なんかこのビフワールすごい弾きますね。垂らし込みは画面全体を濡らしてから色を広げて紙を傾けるというやり方がいいということが分かりました。はい。そして7つ目。これは画面が濡れていても乾いていてもできます。スパッタリングです。筆を2本用意して、片方の筆に絵の具を含ませて、筆と筆を打ち合わせて、絵の具を飛ばします。1色だけじゃなくて、何色か使って色を飛ばしてみてもいいです。
まず筆と筆を打ち合わせて色をスパッタリングする方法をご紹介しました。あともう一つあります。歯ブラシにこうやって絵の具をつけて、金網に当てて、こすって絵の具を散らす方法があります。この歯ブラシの方が絵の具が細かいミスト状になって広がっていきます。はい、こんな感じで淡く色が広がっています。筆と筆を打ち合わせる方法とだいぶ違いますよね。筆と筆を打ち合わせても、こういった金網と歯ブラシの場合でも、どちらの方法も周りが汚れる恐れがありますので、汚れてもいい服で行うとか、机に新聞紙を敷くとか、絵の具をつけたくない部分はティッシュや紙の切れ端を使って覆っておくと良いでしょう。濡れた画面にやるか、乾いた画面にやるかで、また見え方も変わります。今乾いた画面にやったので、水で濡らしてスパッタリングしてみます。はい、画面を濡らした状態でスパッタリングしてみました。色が滲んで広がって全然違った雰囲気になりましたね。はい、歯ブラシを使ったバージョンの方も若干色が混ざって汚くなっちゃいましたが、画面を濡らした状態でやるとまた違った雰囲気になりますね。はい、画面を濡らしてから筆で打ち合わせた方がすごい綺麗に仕上がりました。なんだか色の実験をしているような気分になってきました。同じ紙を使っていてもこんなに色の出方が変わるんだなっていうのが本当に水彩画の魅力の一つだなと思います。さあ、まだまだありますよ。次はこれを使います。ストローです。吹き流しと呼ばれるそうで、やり方はまず結構水分多めに溶いた絵の具をポトッと何箇所かに置きます。そしたらこのストローを使って吹きます。吸っちゃダメですよ。吹く方向は自由で、いろんな色を置いてからやってみると楽しいです。すいません。ちょっと絵の具が混ざりすぎて色が汚くなっちゃってる部分があるんですが、やってるとね、結構夢中になるんで酸欠にならないように気をつけましょう。多分使う色の系統を合わせるとか、暖色系だったら暖色系、寒色系だったら寒色系っていう風に分けて塗った方が混ざり合った時に綺麗な色になると思います。この辺のピリッとした色の広がりとかが葉っぱの葉脈とかの表現に使えそうですね。吹く方向によってある程度コントロールできます。ストローの次はこれです。何でしょう？塩です。水彩画に塩をまきます。噂によると水彩画以外でも塩は使えるらしいです。割と水たっぷりめに絵の具を塗ります。で、色がまだ乾かないうちに上から塩をパラパラっと巻きます。ね、これでどうなるんだって感じですけれども、しばし乾くのを待ちます。これ、このまま移しときますね。乾いていくにつれて、だんだん変化していきます。はい。だいぶ乾いてきました。滲みとも違う、なんだか不思議な独特の模様が出てきます。使ってる塩は、お家にある普通の食卓塩で大丈夫です。こ
ち側は塩を多めに巻きましたが、少なめに巻くとまた違った効果が得られて、塩の量によって模様の現れ方も変化します。塩で絵が描けるのって不思議ですが、これもやってみると本当に楽しいので、ぜひお試しあれ。それでは10個目。最後にお見せする技法はマスキングでございます。ご存知の方も多いと思いますが、何も塗ってない紙の白地を残せるテクニックです。こういうテープのものがあったり、インクのものがあったりします。絵の具をつけたくないところにテープを貼ったり、インクを塗ったりして着彩が終わったら剥がすというものです。マスキングの特徴はですね、こんな風に色を塗ったところと塗っていないところの境目がはっきりくっきり分かれます。ふんわり柔らかいというよりかはシャープな感じの印象になると思います。私は今までマスキングしないで塗る派だったのですが、使わず嫌いっていうのもなんだか損してると思ったので、こういうマスキングインクを買って試してみました。このインクのタイプは必ずよく振ってですね、こういう小さな容器に移して使っています。蓋がすごい不思議なんですよ。普通にこうやってくるくるって回すと開かなくって、上から押しながら開けると開きます。閉めるときはね、普通で大丈夫です。そしたら100均とかの最悪ダメになってもいいかなっていう筆で白抜きしたいところを塗ります。はい。またちょっと形が揃わないところはあるんですが、色を塗るときにはみ出さないようにって気を使って塗る必要がなくなるので、マスキングは結構便利です。はい。ということで、全部で10種類の水彩画テクニックを一挙にご紹介しました。今回の動画だけでね、紙の消費量がちょっとすごいことになっていますが、皆様のお役に立てたら幸いです。一挙にバババーっと紹介しちゃったので、一つ一つの技法の詳しいやり方については、また別の動画がありますので、そちらを参考になさってみてください。まだ私の知らない技法があるかもしれないんですが、こんな描き方や塗り方があるよという方がいましたらコメントで教えてくださると嬉しいです。動画良かったよという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。